今日は石油化学の材料が減って景気判断は横ばいで会社の情報管理まで揺れたわね。話題が一気に重たいのだ。でも順番に見ればつながって見えるのだ。じゃあ材料、景気、社内ルールの順でいこう。全部今っぽいじゃん。まずは石油化学の話なのだ。3月の国内生産が広い品目で落ち込んでエチレンは 39% 減だったのだ。いきなり数字が重いわね。そんなに落ちるとどこから詰まったのか気になるわ。原因はイラン情勢の緊迫化で原料のナフサが入りにくくなったことみたいよ。ナフサは石油化学の工場が動く時の元手みたいなものなのだ。そこが細るとまとめて効いてくるのだ。なるほどね。エチレンだけじゃなくて包装フィルム向けの低密度ポリエチレンも 41% 減でしょう。自動車部品や家電に使うポリプロピレンも 28% 減。塗料の基礎材料のトルエンも 15% 減だったよ。幅広く下がったのがポイントなのだ。一つの品目じゃなくて工場の動き全体が重くなった感じなのだ。定期修繕も重なったのよね。原因が2つ重なると逃げ道が少ないわ。文化祭で紙もテープも材料も同時に届かない感じじゃん。作る側はかなり苦しいよね。その例えかなりわかりやすいのだ。でも在庫は国内需要の3ヶ月分以上あるから今すぐ足りなくなる状況ではないのだ。そこは少し安心で。でもここから値段に響くかは見たいところだわ。協会はペルシャ湾以外からのナフサの代替調達を進めていて備蓄原油の放出も影響を和らげるって見てるよ。代わりの仕入れ先を増やすのは一本の水道が止まっても別ルートで回すみたいな話なのだ。ただ情勢が長引くとその別ルートにも負担がかかりそうね。だから今は大丈夫。でもしばらく材料の流れは見ておきたいよね。次は景気の見方に移るのだ。材料が止まると経済の気分も揺れるのだ。続いては景気の話なのだ。政府は4月の月例経済報告で緩やかに回復しているという見方を保ったのだ。月例経済報告って毎月の景気の見取り図みたいなものかしら。そうなのだ。内閣府が景気動向指数、つまり景気の動きを数字で追ったものをもとにまとめて政府としての公式の見方を出すのだ。なるほど。景気の通信簿みたいでわかりやすいじゃん。その中で設備投資は7ヶ月ぶりに上方修正。しかも人手不足があるのに投資意欲は固いって見てるのね。会社が人を集めにくい分機械や効率化にお金を回す流れもあるよね。公共投資も8ヶ月ぶりに上方修正なのだ。公共工事の執行が順調に進んでいるらしいのだ。お金を使う先が増えるのはいいけれど景気の底力が出てきたとまではまだ言い切れないわね。一方で個人消費は持ち直しの動きを維持しつつ消費者マインドが弱いって注意書きが足されたよ。先が読みにくいとうちらも大きい買い物を少し待とうかなってなるのだ。家計でも同じなのだ。そこはかなり身近ね。景気って企業の数字だけじゃなくて気分にも引っ張られるのよ。そうそう。中東情勢が不透明だと値段や供給が読みにくいからみんな慎重になるじゃん。だから今回の報告は回復していると不透明さに注意が両方並んでいるのが面白いのだ。どっちか一色じゃなくて明るさと警戒が同居しているわけね。次に見るなら設備投資がこの勢いを保てるかと個人消費がどこまで戻るかよね。その2つが動くと景気の表情もだいぶ変わりそうなのだ。最後はかなりピリッとする話なのだ。大手損保3社の出向中の社員がトヨタの内部情報を持ち出していたのだ。それはまずいわね。出向って他社で働きながら学ぶ形でしょう。そうなのだ。出向は一旦別の会社で仕事をすることなのだ。手伝う感じでも情報の扱いは別なのだ。わかるけど線引きが甘いと一気にアウトじゃん。信頼が崩れるやつだよね。記事ではトヨタの組織表や会議の議事録が含まれていたと見られるのよね。しかもトヨタ側は社員や取引先の関係者それに家族に関する情報まで流出したって明らかにしてるよ。個人情報まで入ると会社の話で終わらないのだ。関係する人
内部のメモを勝手に持ち出すのは、クラスの配布プリントを外に出すよりずっと重いわよ。わかりやすく言うと、共有していい場所を飛び越えて持って行ったってことじゃん。そこが問題だよね。保険業界では乗り合い代理店や銀行への出向でも似た問題が出ていて、業界全体の課題になっているのだ。一社だけの話じゃないのが厄介ね。慣れや油断が広がると事故みたいに連鎖しそうだわ。会社ごとに誰がどこまで見られるかをしっかり区切る必要があるよね。今は各社が件数と持ち出した後どう扱ったかを詳しく調べているのだ。そこを曖昧にしたままだとまた同じことが起きるものね。働くときは便利だから出済まない情報もあるって改めて感じるじゃん。本当にそうなのだ。信頼は細かいルールを守るところから積み上がるのだ。ここで少し寄り道なのだ。さっき出てきた月例経済報告は政府が毎月出す景気の公式見解なのだ。毎月出るなら景気の変化を追いやすいのね。内閣府が景気動向指数、つまり景気の動きを数字で追ったものをもとにまとめて、経済財政政策担当大臣が関係閣僚会議で原案を出すのだ。ちゃんと手順があるんだ。中身も広くて、個人消費、設備投資、住宅建設、公共投資、輸出入、生産、物価、雇用、海外経済まで見るのだ。前月との違いは持ち直しの動きが見られるみたいな言い方で表すのだ。一言で終わらせないから景気の空気感が見えやすいわね。だから数字だけじゃなくて言葉の変化を追うと今の雰囲気がつかみやすいのだ。概要欄にリンクもあるから気になったところは見返してみてね。高評価してくれると次の話ももっと面白くできるわ。また次回も一緒に追ってほしいのだ。